ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今回は日本人の私がいつもしている朝の準備の様子を皆さんにシェアしたいと思います。メインは私の化粧ですね。私、今、すっぴんです。おはようございます。今回の動画では顔のパーツや化粧品の名前を皆さんと一緒に確認したいと思っています。そして日本人は化粧に一体どのくらい時間がかかるのか、ぜひ予測してみてください。まあ私の化粧は薄い方なのであまり時間がかからないと思うんですが、皆さん予測した時間をぜひコメント欄に書いて教えてください。今日は特に遊びに行く予定はないんですが、これからもう一つ動画の撮影をするので少し気合を入れて化粧をします。それではスタート。はい、オープニングでも言ったんですが、私は今すっぴんです。化粧をしていない状態のことをすっぴんと言います。ちょっと恥ずかしいですね。日本人にとってすっぴんで動画に出るとか外に出るとか結構恥ずかしいことなので、今ちょっとドキドキしています。ここまでさらけ出して日本語を教えている先生なかなかいないんじゃないかなと思います。なる先生頑張ってるねと思った人はグッドボタンをお願いします。はい、話を戻します。私は今日の朝起きて顔を洗ってスキンケアの部分はもう終わってしまいました。スキンケア、保湿ですね。私がスキンケアで使っているものを軽く紹介したいと思います。私は顔を洗ってからまず無印の発酵導入化粧液を顔につけます。これを顔につけた後、この化粧水を顔につけます。これはヨーロッパで買ったラロッシュポゼですね。これ日本にも多分台湾とかにも世界中で売っていると思います。結構いいブランドですね。その後私は乾燥肌なのでこういう保湿クリームを顔に塗ります。これもラロッシュポゼのクリームです。こういうクリームを塗らないともう特に鼻とかおでこが乾燥してカサカサするんです。台湾ではね、湿度が高いのであんまり乾燥しないんですが、ヨーロッパだと結構乾燥している地域が多いので、こういう保湿は本当に大事ですね。さっきも塗ったんですが、もう一回塗ります。皆さんの肌は何タイプですか？私はね、乾燥肌タイプかな。人によってはね、脂質性？ちょっと油が多いとか、混合性肌。乾燥もするし、油も出るし、みたいな。いろんな人がいますよね。皆さんね、自分に合った化粧品を選んでください。すごいなんか美容系 YouTuber みたいなことを言っていますね、私。はい、じゃあここから化粧をしていきます。まずこれが私が旅行中に持ち歩いている化粧ポーチです。これも無印の商品。ちょっとね、2、3年使っているので汚くなっているんですが、はい、愛用しています。もう中はね、汚すぎて見せられません。化粧にかかる時間を把握したいので iPhone のストップウォッチの機能で測っていきます。よーいスタート。はい、やりましょう。まずは私は日焼け止めを顔に塗ります。私はね、夏でも冬でも一年中日焼け止めを使っています。日焼け止めを顔全体に塗ります。もう本当に25歳を過ぎてからシミが怖すぎて、日焼け止めは絶対必要なものになっています。シミ、皆さんわかりますか？顔のこういうところによくできる茶色っぽい点々をシミと言います。多分ね、25歳、30代、40代以降の人はこのシミに悩んでいる人多いんじゃないですかね。学生の時はね、全然気にしてなかったんですけど。やっぱり、老けって怖いですね。はい、次がこちら。皮脂テカリ防止下地。下地ですね。私はピンクベージュの下地を使っています。本当にね、ピンク色なんですよ。私、すっぴんだと結構ね、顔色が悪く見えてしまうので、色がついている下地で血色感
血色感を出します。で、この下地も日焼け止めの効果があるので、特にね、日焼けが気になるところに重ねて塗っていきます。はい、これで下地の部分が終わったので、次にファンデーションを塗ります。ちょっとね、私旅行中なので、大きい入れ物で持ってくると邪魔だなと思って入れ物を変えています。これが FitMe のリキッドファンデーションです。これを塗ります。私はね、あまり化粧していますっていう感じが好きじゃないので、ちょっとね、薄く塗っていきます。人によってはね、なんかブラシとかで伸ばす人もいるみたいなんですけど、私はめんどくさいので手でやっています。はい、これでファンデーションが終わります。で、次がコンシーラーですね。コンシーラー。これで顔の隠したい部分、気になる部分を消していきます。私はね、目の下の黒い部分、これをクマと言うんですが、このクマの部分と、あとはこの鼻の横の赤い部分がね、すごく気になるんですよ。なので、このコンシーラーで消していきます。こんな風にコンシーラーをのせたら、また手で伸ばしていきます。で、その上から次はこれ。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーをのせます。これはね、結構有名な化粧品なんじゃないですか。もう私の化粧品はね、全部プチプラと言われるものです。プチプラ。化粧品の中にも2パターンあって、プチプラがこういうキャンメイクとかケイトみたいに結構安めに手に入れることができる化粧品をプチプラと言います。だいたいドラッグストアとかで買えるものですね。そういうのをプチプラと言うんですよ。で、デパートで買うような化粧品をデパコス。デパートコスメですね。デパコスと言います。私はね、化粧にあまりこだわりがないので、本当にあまりお金をかけないタイプなので、プチプラを使っています。このパウダーをつけると、その化粧のペタペタ感がね、なくなるのですごくいいです。そして、この上からチークをします。チークもね、私もともとしていなかったんですよ。なんかほっぺたが赤くなってる、ピンクになっているって、なんて言うんだろう。あざとすぎるというか、可愛すぎるというか、そう、なんか自分のキャラじゃないなと思って。もともとね、チークをしていなかったんですけど、さっきも言いましたね。私の顔ね、血色感があまりないので、チークをしていないと、それもそれでちょっとね、顔色が悪く見られがちなんですよ。だから最近は、これチフレのチークなんですけど、こういう薄めのチークを薄くつけることにしました。で、ここまで終わって、本当は最後にリップをするのがいいと思うんですが、唇も色がないと血色感がなくてね、体調悪い人みたいに見えてしまうので。はい、今私が塗ったリップがこちらです。これがね、キャンメイクですね。またまたキャンメイクのリップです。やっぱり唇に色があると元気に見えません？次々行きましょう。次は眉毛を描きます。眉毛はセザンヌのアイブロウ。これで描きます。眉毛もね、大事ですよね。私はね、もともと多分ある方なので、これの形を整えていく感じで描いていきます。で、前、顔診断をした時に、私は平行眉が似合いますよと言われたので、その平行眉を意識しながら描いていきます。あ、そう、これはね、ブラシ。このアイブロウにはね、ブラシがついているので、ブラシでちょっと形を整えます。まあまあうまくいったんじゃない？眉毛がうまくいかないと結構ね、イラッとしちゃう女の子多いと思います。これで OK。眉毛を描いたら次にアイブロウマスカラで眉毛の色をちょっと薄くします。今、黒いでしょ？私の眉毛結構黒いですよね。これを塗ると、あんまり違いわからないかも。わかるかな？これを塗るとちょっと眉毛が薄くなるんですよ。眉毛がね、薄い方が垢抜けて見える。垢抜けて見えるというのが、なんて説明したらいいんだろう。垢抜けて見えるというのは、綺麗に見える。おしゃれに見える。そういう意味ですね。垢抜けていない
だと逆にちょっとダサいとか、ちょっと子供っぽいとか、そういう意味ですね。これで伝わったかな？字幕に詳しい説明書いておきます。そう、すぐ説明をするというのがね、結構難しいんですよね。初めて説明する単語とかは、言語化するのがすごく難しい。で、こんな風に眉毛を薄くしました。次は目ですね。目をやります。目にはまず、このアイシャドウを塗ります。で、私ね、アイシャドウをすごく濃く塗ると魔女っぽく見えてしまうので、本当に薄く少しだけのせます。もうね、私はもうここの色しか使っていない。ここの色を本当にね、薄くのせます。もうほぼね、アイシャドウいらないんじゃないかっていうぐらい。ズームで仕事をする日は、ズームでね、あ、先生アイシャドウしてるとか、多分全然わからないと思うので、仕事だけの日は、このアイシャドウはね、塗りません。はい、次は、目の上のこの毛、まつげをやっていきます。まつげはまずね、このビューラーでまつげを上げていきます。今ね、こっちのまつげは上げてしまったんですけど、こっちね、まだ上げてないまつげ。私ね、もともとまつげが上の方に向いているのが私の自慢です。数少ない私の自慢できるところ。次にマスカラを塗ります。ケイトのクリアブラックを使っています。最近日本の美容関係でちょっと話題になっている言葉があって、それが森耐性なし顔という言葉なんですよ。人によって化粧が濃くても映える人、化粧が濃くてもすごく美しくなれる人がいるでしょ？でも私の場合はアイラインとかをがっつり引いてしまうと魔女みたいになってしまうんですよ。そういう顔の人をね、森耐性なし顔と言うらしいです。そう、私はね、森耐性なし顔だと自分で思っているので、なるべく薄い化粧を心がけています。薄いけど可愛くなれる、自分のコンプレックスとかを隠せる化粧をね、するようにしています。で、もう一つ、多分人によってはハイライトとかノーズシャドウとか入れると思うんですが、私はそういう高度なテクニックがないのでしません。でも、コンシーラーをこの眉毛の下に入れるといいよという X の投稿を見て、私もやるようになりました。これがね、多分ちょっとハイライト代わりなんですよね。ここにね、入れると本当にちょっと雰囲気が変わる気がする。これもね、塗ってちょっと伸ばします。伸ばして、アイブロウのブラシの部分でもう少しなじませます。ちょっと変わった気がする。はい。で、もう最後、ラストです。最後にリップを仕上げます。さっきはキャンメイクのリップを使ったんですが、今回はケイトのリップモンスターのリップを使います。もうね、使いすぎてほぼなくなってしまったんですよ。本当に、あとこれだけ日本に帰ったら買わないと。これでね、なんか一気に色が出ましたね。こんな感じで塗って、その上からビセのグロスを塗ります。グロスを塗ると唇がチュルンチュルンになるので塗ります。で、このグロスがリッププランパーといって、ちょっとチクチクして唇をポヨンポテッと可愛くしてくれるんですよ。こんな感じで私の化粧は終わりです。あ、何分かかったんだろう。30分。私のストップウォッチではね、30分かかったらしいです。多分ね、今回は紹介しながらだし、話しながら化粧をしたので、普段はね、20分以内で終わると思うんですよね。ちょっと最後に髪型もセットしてきます。はい、髪型をセットして着替えてきました。髪型を変えると結構雰囲気も変わりませんか？そう、さっきまでね、髪の毛がボサボサだったので、ちょっと化粧をしても締まらないなという雰囲気だったんですが、髪型をね、ちゃんとするといい感じに見えますね。最近は髪の量が増えてきたので、こういう風にまとめることが多くなっています。簡単なのでおすすめです。今回の私の朝の準備の様子いかがでしたでしょうか？面白かったですか？
まあ皆さんが少しでも面白いと思ってくれたり、一つでも日本語の単語、日本語の表現を勉強してくれたりしたら嬉しいです。はい、今回の動画面白かったよ、役に立ったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も忘れずにお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあねー。30分。皆さんはこの数字多いと思いますか？少ないと思いますか？これもよかったらね、コメント欄で教えてください。面白い話できるかなって思って考えていたんですけど、話をし始めるといつもの2倍ぐらい化粧の時間がかかりそうなので、話そうか話